こんにちは、オズ D です。今回は水流を使用しないので、ネザーでも使えるアイテムエレベーターの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。材料は上が水が使える場所などで使用する材料で、下がネザーで使用する際の材料になっております。ブロック部分はフルブロックであれば何でも大丈夫で、動画のように中を見たい場合はガラスを使用ください。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦4マス×横3マスの範囲で作成します。ただ登った先の回収場所の範囲は含まないのでご注意願います。今回の装置はマイクラの仕様を利用しており、このような周りを囲われた場所に、アイテムがあった場合にブロックを設置すると、こんな感じで上に登る仕様を利用しています。アイテムの逃げ場を上にしてあげることで、無限に上昇していく仕組みとなっています。ではそれを踏まえて作り方に移ります。まずは地面を1マス掘っておきます。その穴の中に正面側からこの向きで、リピーターを1つ設置しておきます。リピーターの後ろのマスに口が上を向くように、ドロッパーを1つ設置しておきます。リピーターの上にドロッパーに接続するように、しゃがみながらホッパーを1つ設置します。ホッパーの上と正面側にしゃがみながら、ラージチェストを設置します。正面側のこの部分を深さ2マスで、仮で地面を掘っておきましょう。上を見上げてしゃがみながら、チェストに向かってオブザーバーを設置します。こんな感じで赤い点が下を向いていれば OK です。穴は元に戻しておきます。しゃがみながらドロッパーの上にブロックを設置します。今設置したブロックの3方向にも、それぞれブロックを設置します。チェストの奥側の上にしゃがみながら、ガラスを1つ設置しておきます。あとは今設置したブロックとガラスの上から、伸ばしたい高さまでブロックを積み上げていきます。エレベーター部分はこれで完成なので、チェストにアイテムを入れて確認します。入れたアイテムがこんな感じで、上まで登ってきていたら OK です。ブロックだと少し見にくいので、動画ではガラスに変更しておきます。チェストの中にアイテムが入るとオブザーバーが検知して、信号を伝えてドロッパーからアイテムが出てきます。そして逃げ道がないアイテムが上に浮上します。ですのでドロッパーの上のブロックの周りに、こんな感じで仮に穴があったとしたら、逃げ場を見つけたアイテムは、その穴の方へと逃げていってしまいます。地上で作成する場合はこのような穴は、比較的見つけやすいので簡単ですが、地下から登る際にはドロッパーの上から積み上げて、周りにこんな穴があったら必ず埋めておきましょう。作ったのにアイテムが登ってこない場合は、このような穴に逃げてしまっていることが多いです。その際はもう一度周りに穴が開いていないかを確認してみてください。あとは回収部分を作成するだけになるので、一番上のガラスの周りを囲ってあげて、こんな感じでホッパーとチェストを設置して、ホッパーの上にボタンを設置して、アイテムが上がってくるガラスの上に、水を流しておけば回収できます。こんな感じで登ってきたアイテムを、水流で流して回収してあげましょう。あとはこの上のチェストから回収できます。またトラップなどの処理層部分と接続すれば、地上でアイテムを受け取ることもできます。ドロップしたアイテムを下のチェストに入るようにしてあげるだけで OK です。スライムトラップなどに組み込むと、地上でボールを入手することが可能ですね。またネザーでは水を使用することができないので、こんな感じで回収場所を作ってあげると便利です。先ほどと同じようにアイテムが上まで運ばれたら、それをホッパー付きトロッコが回収して、別で設置しているホッパーに、アイテムを移し替えてくれます。そうしたらあとはこのチェストから、先ほどと同じように回収するだけです。今は短くレールを設置していますが、長さはお好みで大丈夫です。回収部分の作り方ですが、
アイテムが登ってくる箇所の後ろ側にブロックを設置します。受け取りたい箇所を1マス掘って、そこにホッパーを横向きで設置しておきます。ホッパーの向いている方を2マス掘って、そこにラージチェストを設置します。ホッパーの後ろにブロックを1つ設置します。あとはブロックの間にパワードレールを設置して、トーチを設置して信号を送っておきましょう。ホッパー付きトロッコを乗せて、動き出せば回収場所の完成となります。ネザー用に作成した一つの案になるので、もっと良い回収方法があれば教えてください。一応これでも回収はできるので、よかったら参考にしてみてくださいね。いかがでしたでしょうか？今回は水流を使用しないでアイテムを上げる、簡単なアイテムエレベーターの作り方のご紹介でした。水が使えないネザーでも使うことができるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫